こんにちは。毎日ご飯のお母さんです。いきなりなんですが、皆さんの食器棚の中はどんな感じでしょうか？すっきりと片付いていますか？それとも何が入っているかよくわからない魔境になってしまっているとか。今日は食器、中でも洋食器について基本的な揃え方についての提案や、食器に対する私の考えなどをお話ししていこうと思います。この動画をご覧いただくと、自分にとって何が足りなくて何が多すぎるのかがきっと見えてくるようになると思います。動画の最後の方では、シンプルな食器でも組み合わせによって何通りにも楽しめる方法などもご紹介していますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。さて、その食器なんですが、ほぼ毎日使うものなのに真剣に考えるのは、進学や就職、結婚などで新しく生活を始めるために買い揃える時か、逆に長く生活してきたんだけれども食器棚がパンパンになってしまって手持ちの食器の数を減らしたい時くらいなのではないでしょうか。そんな時に洋食器の基本の揃え方を知っていると、買い足したり手放したりする時の基準がわかるようになると思いませんか？そこで私なりに考えた現代の生活様式に合った洋食器の揃え方をご提案しようと思います。基本となるセットなのですが、ミート皿、こちらはディナー皿とも言いますね。サラダ皿、デザート皿、シリアルボウル、マグカップ、まずはこの5種類を揃えると良いと思います。一つずつ詳しくお話を進めていきますね。まずミート皿ですが、国際基準では一応直径27センチが基準となっているようです。ですが、ブランドによって、あるいは同じブランドでもコレクションによって微妙にサイズが変わっていますね。で、こちらに用意しているのが私が持っているミート皿なんですが、例えばこちらは一番大きくて 27.5 センチですね。で、こちらは 26.5、 こちらはこの2枚は26センチですね。そして一番小さいサイズ、こちらは25センチとなっています。ですので、おおよそ25から28センチくらいがミート皿と考えて良いと思います。国際基準とされている27センチ前後の大きさのお皿っていうのは意外に大きくて、日本の住宅事情を考えるとあまり大きなテーブルを使わない方も多いと思うし、私としては25センチから26センチくらいの大きさの皿を選ぶのがコンパクトで良いのではと思っています。ちょっと試しにこちら大きめのと、それから一番小さい25センチですね、このお皿を重ねてみますね。1枚だと別に構わないんですけど、家族全員の分ってなるとこの大きさが結構大きな差になってくるんですよね。お皿のデザインにもよるのですが、フラットなお皿なら25センチくらいでもメインのお料理と付け合わせもきれいに乗ると思います。またこのサイズがあればワンプレートで朝食などにも十分使えると思います。次はサラダ皿です。21センチ前後のサイズのフラットなお皿になります。こちらが私が所有している、そのサイズに該当するお皿なんですが、こちらとこちらは19センチですね。で、こちらが20センチ、こちらが21センチになります。ですが、今はサラダというといわゆるサラダボウルを使う方が多いのではないでしょうか。ですので、サラダ皿というよりもミート皿よりも一回り小さいお皿と考えて使うといいと思います。レストランなどでよく見かけるセッティングとしては、ミート皿の上にこのように21センチサイズのお皿を置いて、その上にナプキンをセットしてあることが多いですよね。でも家庭ではそんな使い方はあまりしないですよね。私がよく使うのは、ミート皿にメインと付け合わせや温野菜、サラダなどを一緒に乗せてしまって、サラダ皿の方にはパンを乗せてパン皿として使います。また家庭での食事なので、パン皿と取り皿を兼ねて1枚2役で使うことも多いです。またスープがあるときは、スープボウルの下にセットすると、スープを飲んでいる間のスプーンの置き場所にもなるので、
テーブルを汚さないので安心です。次にデザート皿です。これはサラダ皿と同じ21センチが基本の大きさです。カフェでケーキを頼むと割と大きめのお皿にケーキがセットされて出てくると思うのですが、あのサイズのお皿ですね。でもサラダ皿と同じサイズのものを揃えるのも無駄なので省いてしまっても良いと思います。あるいは使い勝手の良いもう少し小さい17センチ前後のサイズの皿を揃えるのも良いと思います。21センチの皿よりも小さいので取り皿に使ったり果物を乗せたり、あるいはこちらをパン皿に使ったり、とても使いやすいサイズです。次にシリアルボウルですね。16センチ前後の大きさのものが多いと思います。名前はシリアルボウルですが、スープボウルとして使ったり、デザートのアイスクリームやフルーツを乗せて使いやすいですね。で、他のお皿がフラットなデザインならば、このシリアルボウルのサイズを少し大きめなものにして、カレーやシチューなどを食べるときに使えるようにしてもいいと思います。で、ちなみにこちらは 16.5 センチ、こちらは直径17センチのものになっています。少し大きめですが、これぐらいあるとシチューとかカレーにも対応できると思いますね。最後にマグカップですね。飲み物全般をカバーできるし、スープを飲むのにも使えるので大きめなものを用意すると良いと思います。私が持っているだいたいこんなデザインのものなんですが、このように口が広いタイプだと、スープなんか飲む時も便利でとっても使い勝手がいいですね。ちなみに一般的な洋食器のセットにはよくカップ&ソーサーが含まれています。ですが日常的にカップ&ソーサーを使って飲み物を飲むことはあまり多くないですし、マグカップの方が汎用性が高く気軽に使えるのでおすすめです。ということで基本の5種類のセットをご紹介しました。具体的な揃え方なのですが、洋食器の場合は偶数のセットで揃えておくのがおすすめです。これと同じものを2セット、あるいは4セット、6セットっていう形ですね。そうしておくと何かと便利かと思います。この5種類の基本セットに足すものとしてグラスとカトラリーがあります。まずグラスなのですが、ビールはこれ、赤ワインはこれ、白ワインはこれ、ハイボールはこれと増やしていってしまうと際限がないので、私はどんな用途にもそれなりに使えるシンプルなグラスを用意しています。こんな感じなんですが、とってもシンプルですよね。シンプルなだけに使い勝手はとてもいいですよ。次にカトラリーですが、ディナー用のスプーン、フォーク、ナイフ、デザート用のスプーン、フォーク、コーヒーや紅茶に使うティースプーン、こちらを1人分のセットと考えると良いと思います。カトラリーは食器のセットと数を合わせます。食器が2セットならカトラリーも2セットという形ですね。ただしナイフを使うような食事はしないというスタイルならば、無理してこのように揃えなくてもディナー用よりも一回り小さいデザート用のスプーンとフォーク、そしてティースプーンだけでも良いと思います。家庭での食事ですので、それプラスこのようにお箸をつければ問題ないと思います。ご覧になっていただいて分かるように、ディナー用のカトラリーってすごく大きいんですね。で、デザート用のスプーンだからといってさほど小さすぎるっていうこともないんですね。ですのでこのディナー用のスプーンやフォークよりもデザート用のスプーンやフォークでも十分に役に立つっていう考え方もあると思いますし、私もそれでいいと思っています。実際私も普段の生活ではデザート用のスプーン、フォーク、あとお箸っていうのが一番使用頻度が高いと思います。ということでお皿はミート皿、サラダ皿、小さめのデザート皿、シリアルボウル、マグカップ、グラス、カトラリー一揃いということで、サイズ感と枚数の目安はこんな感じになると思います。次に色や柄、デザインについてお話しします。どんなデザインを選べばいいかということなのですが、
もちろん好きなブランド、好きな色、好きな柄を選べばいいのですが、テーブルの上をまとまったすっきりした感じにするということを考えたり、あるいは後で買い足すことを考えると、やはり基本はシンプルな色柄を選ぶのが良いのではないでしょうか。私自身は北欧の食器が好きなので、基本的なものはアラビアかイッタラなどで揃えています。子供が小さい頃は無印良品の白磁シリーズの食器を揃えて使っていました。白い食器はシンプルで使いやすく、他の食器との組み合わせの相性も良いのです。特に無印良品の食器はロングセラーが多くて、値段も手頃なので後から買い足すのも楽でした。電子レンジ、食洗機にも使えて、その上割れにくいので随分長く使ってきました。洗練されたデザイン性や使いやすさなど本当に優れているので、今でも大好きな食器です。ただここ20年くらいは私の趣味が北欧食器に傾いてしまって出番が少なくなっていますね。そんな北欧食器好きの私が今おすすめするとしたら、北欧食器の王様と言って良いと思うのですが、イッタラのティーマシリーズをおすすめします。カイ・フランクがデザインして1952年に発売されて以来、世界中で愛され続けているロングセラーです。基本の色はこのようなオフホワイトなのですが、その時々または時代によっていろんな色が発売されているのも面白いところです。アイテムのデザインやシェイプは変わらずに、色だけが変わっている感じですね。そしてそういうしっかりとしたタイムレスデザイン性の基本になるものを持っていると、それに合わせて遊ぶことができます。そしてもう一つ、このティーマのいいところとしては、とっても丈夫なんですね。でもちろんオーブン、電子レンジ、食洗機にも対応しています。あとですね、そういうタイムレスなデザインということでデザインが変わらないので、後から買い足したりということがとっても楽にできるんですね。そんなところもティーマを私がおすすめするポイントになっています。ということで、今までは基本のセットについて詳しくお話をしてきたんですが、基本のセットがしっかりしたものを持っていると、このような感じで少しずつ足すことによって楽しい食卓を演出することもできるようになりますね。例えばこれムーミンのキャラクターが入っているカップなんですけれども、これだけだとちょっと浮きがちだと思うんですが、こちらティーマのグレーのお皿なんですけれども、この中の一色グレーと合っているので、こういう感じで朝食やおやつのプレートとして使っても楽しいですよね。でこれは基本のティーマの白のお皿なんですが、こうやってマリメッコの柄のついたラテマグと合わせておやつの時間に使うのにもいいですよね。でこちらもラテマグなんですが、ティーマのミッドブルーの17センチサイズですかね、お皿とミート皿、こちらと合わせて夕食とかランチに使ったりするのにも楽しいですよね。でこちらもそうですね、このブルーとティーマのブルーが合ってますよね。でこちらは同じくイッタラティーマのカップなんですけど、カップ黒とアラビアのブラックパラティッシュですね、黒白のお皿とこういう感じでお皿と合わせて食事にもおやつとかデザートにもいいと思いますね。でこんな感じで基本のものをしっかりと揃えていると、プラスアルファで自分の好みとか気に入った食器があった時にまとめてコーディネーションをしていくのにとってもやりやすくなりますよ。先ほどは白い基本の食器にカラフルな食器や柄のついたものを合わせて食卓を楽しくさせるっていうことをご提案したんですけれども、こういう基本の白い食器だけでもこんな感じでランチョンマットとか、あるいはテーブルに飾るお花とかキャンドルをちょっと灯したりとか、そういう色とか周りのシチュエーションでこうやって目先を変えて楽しむこともできます。白いお皿だから楽しくないっていうこともないんですね。こうやって工夫次第でいろいろとテーブルの上を楽しむこともできますよ。ということで、ここまで5種類の食器の基本セットプラスグラスとカトラリーということでご提案してきたんですけれども、一度にその5種類の食器を揃えたり、それをまた人数分揃えたりっていうのが大変だなとか、もっともっといろんなものをシンプルにしたいっていう方のために、究極的にこれさえあればっていうのに絞った場合、
おすすめするのがこちらになりますね。ミート皿、シリアルボウル、マグカップ、グラスで、カトラリーはデザートスプーンとデザートフォークとティースプーン、そしてお箸ですね。このようなセットだと揃えるのも簡単ですし、しまう場所とかも考えなくて、さっと自分の分だけっていうのに揃えるのに最適かと思います。私は一人暮らしなので、ここで私がいつも使っている基本の食器をご紹介したいと思います。こちらは、マイニョサラトゥスっていうシリーズなんですけれども、ミート皿が25センチ、サラダ皿が19センチ、もう一つ小さいサイズのお皿が15センチで、シリアルボウルに該当するものは2つ揃えています。大きい方が17センチ、小さい方が13センチ、そしてこちらが口径がちょっと広いんですけれども、11センチ口径があるマグカップになります。それとこちらがグラスですね。で、カトラリーの方はデザートスプーン、デザートフォーク、ティースプーン、お箸を揃えています。これだけあるともうほとんど全てのもの、食事が賄えるようになっています。私は一人暮らしなので、毎日の食事に使う食器をもうあれこれ出してくるのではなくて、基本的にこのセットで全てを賄っているというような感じですね。でも全然寂しい感じもしないし、不自由さも感じないんですね。ですので一人分の食器をきちんと揃えていきたいなって思っている方がいれば、こちらをご参考にしていただければと思いますね。先ほど基本の食器の揃え方のところで、洋食器は基本的に偶数で揃えていくというお話をしたんですけれども、これはもう私が一人で自分のためだけに使う食器なので、こちらは特に偶数では揃えてなくて、私一人分の食器として揃えています。ということで、今日は洋食器の揃え方についてお話ししてきました。今日お話ししたことはあくまで私が考える洋食器の基本的な揃え方のご提案になります。食器を選んだり揃えたりって本当に楽しいので、本来は枠を設けず自由に楽しめば良いと思います。ただ食器棚のスペースには限りがあるし、何も考えないで偶発的な買い物を繰り返していくと、テーブルの上がカオスになってしまいます。しっかりとした基本の一揃いがあると、その他に自分の必要なものや遊びとして取り入れたら面白そうなものが見えてきます。逆にこれはいらなかったなという自分の生活にとって不要なものに気づけたりもします。ですので一度立ち止まって自分の持っている食器を振り返ってみて、何が足りないのか、何が多すぎるのかを考えてみるのも良いと思いますね。今日のお話が皆様のすっきりとした無駄のない、でも遊び心のある素敵なテーブルを作るためのアイデアの一つになれたら嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。また見てね。